Welcome and Akiba! Welcome everyone to another episode of Around Akiba. I'm here in Akihabara at the office of 12 Company, and it's a studio here, and I'm here with three special guests today. It's Reika, Itsuki Akira, and Uramaru. Okay, so let's get an introduction from them. 自己紹介お願いします。こんにちは。日本のコスプレイヤーのレイカです。はい、日本で活動してますコスプレイヤーの五木明です。はい、同じくコスプレイヤーの浦丸です。Let's get down to the questions. So the first question is for Reika. 12 Company はどういう会社ですか？作ったきっかけは何ですか？12カンパニーっていう、私たちの会社なんですけども、もともとはやっぱりみんなソロでコスプレイヤーとして活動をしていて、でもみんな集まったらもっとすごいことできるんじゃないかなっていうコスプレの可能性がもっともっと広がって、なんかこういろんなチャンスとかみんなが協力することでなんかもっと大きなことができたりとか、そういうことを考えて作りました。12 Company の将来の目標とビジョンは何ですか？今は日本中心に活動してるんですけれども、やっぱりいずれはこのみんなの協力したパワーを持って世界中でやっぱり世界中の人とつながれて、なんか一緒にいろんなことにチャレンジできる会社になりたいなとは思ってます。五木明さん、レイカに初めて出会ったきっかけは何ですか？レイカさんと初めて会ったのは韓国かなですかね。もちろんレイカさんのことを知ってたんですけど、お会いするのは初めてで、韓国で同じゲストとして出させていただいて、お話しする機会がその時たくさんあって仲良くなりました。浦丸さん、12カンパニーに入った理由は何ですか？もともとはただの趣味でコスプレをしてたんですけど、コミケの時に事務所にスカウトしていただいて、それでお話を聞いてから、個人で活動してるとやっぱり限られてくるというか、やれることが結構限られてくると思うんですけど、そういう事務所に入ったらもっといろんな活動ができるというか、もっとファンの人が喜んでくれるようなこととかもできるんじゃないかなと思って、それがきっかけで入りました。はい。Rather than being a solo creator, it's great to have a lot of creators around you to create even more greater, cooler, exciting content. Awesome. Okay, so as we all know, Reika is very well known around the world, so I have a very special question for her. So, 世界中に成功するためはコスプレイヤーとしては何が必要ですか？なんかコスプレをもうとにかく愛してること、なんか自分が人気になりたいからコスプレを使ってるっていう感じじゃなくて、なんかこの人ガチでオタクだ、うわこの人絶対このゲーム好きなんだろうなって、なんか仲間だみたいな、なんかそういう自分がさせてもらってるコンテンツやゲームや、そしてコスプレ自身も大好きってことがなんか大切かなとは思ってます。The very most important thing is that you just, you have to do cosplay because you love it. You love the characters, you love the games. You have to have a lot of passion for it. 日本で成功するためには何が必要ですか？コスプレイヤーとして。レカさんがおっしゃってくれたのと同じように、やっぱりその作品が好き、コスプレが好きっていう気持ちが強いことがやっぱりつながると思うので、やっぱり強ければ強いほどなんか再現したいとかクオリティだとかにもつながると思うし、やっぱ楽しいじゃないですか。大好きなことやってるのが、楽しさって人に伝わるものだと思うので、見てもらってる人たちにも。なので好きっていう気持ちがやっぱり一番大事だと思います。浦丸さんはどういった人のファンが多いですか？どういった人？そうですね、結構年齢層とかも幅広いっていうか、10代の方とかもいらっしゃいますし、もっと上の方もいらっしゃいますし、でもみんなすごいなんか優しい人がすごい多いですね。ツイッターとかでもたくさんいつもリプライをくれたりとか、イベントに来た時にすごい長文のお手紙をくれたりとか、なんかすごい愛を感じるなっていつも思ってます。Alright, so 12 Company, so that's a company Reika founded. 12 Company に入るためには何が必要ですか？そうですね、なんかやっぱり自己表現
まあコスプレイヤーってたくさんいる中で、まあ、その中でこう多くの人がこの子いいなと思ってくれる子って自分の表現がうまい子だと思うんですよね。もちろん作品への愛の上でのその愛のこもったコスプレだったり、見る人をなんかこう捕まえる力みたいなのがなんかもともとある子もいるし、コスプレを続けてるうちでレベルが上がってくる子もいるし、やっぱり私たちのハートもなんかそういう子って掴まれちゃう、なんかこの子いいなって思わせる力っていうのをやっぱり磨かないとダメかなって思います。それはもうコスプレイヤーみんなそうだと思うんですけど、なんか見てもらう力、自分を表現する力、これがやっぱり一番かなって思います。頑張りたい、頑張るぞ、頑張りたいって思ってる。目標を高くちゃんと持っている子かな。いや、awesome。男性も女性も入れますね。そうですね。うちの会社は今は男性も女性も、そしてまあ私もメインがクロスプレイですけど、まあそういったいろいろなコスプレイヤーさんがいます。ちなみに12カンパニーの12はどういう意味ですか？いろいろなカラー12個、まあいろいろなカラーに自分たちを変えて表現することができるという意味です。Alright, so now we learned a lot about the background of each of our guests and also about 12 companies. So let's go more into cosplay as a culture, as a hobby, as a passion. So I would like to know from each of you guys, 今まで一番気に入ったコスプレは何ですか？これはね、まあ全てのねやっているキャラクター全て本当に同じくらい愛してコスプレをしてるんですけど、そうだな、私やっぱり乙女ゲームが好きなので、なんか歌のプリンス様の神宮寺蓮というキャラクターはやはり特別な気持ちがありますね。モンスターハンターのキリン装備のコスプレはすごい気に入っていて、なんかいろいろ自分の理想通りに再現できたなと思うのでお気に入りです。一番最初にしたコスプレがD0 から始める異世界生活のレムっていうキャラクターだったんですけど、割と最近のアニメなんですけど、それがやっぱり一番最初に初めてやったコスプレっていうのもあって一番お気に入りかなと思います。一番好きなアニメは何ですか？その理由は何ですか？サイコパスです。見た時にうわこんなすごいものがついにアニメになったかみたいな、内容もまあショッキングだしハードなんですけど、なんかこう考えられてるな、なんかありそうで、なんか未来この地球がああなりそうな気もするし、でもそれをすごくアニメの中でうまく表現しているなって思いました。はい、私は評価っていうアニメが一番好きですね。コスプレは好きすぎてできない、キャラのイメージと私のイメージが多分合わないからと思ってちょっと壊したくなくてイメージをしてないんですけど、絵もすごく綺麗だし、お話ももちろん原作が小説ではあるんですけど、その小説のミステリアスさをよりうまく音や表現されているなと思って、ぜひアニメで見てほしい。評価ですね。はい、評価です。自分がアニメにハマったきっかけがクラナドっていうアニメなんですけど、もうそれがめちゃめちゃ好きで一番好きな作品なんですけど、こうすごい感動するアニメなので、こうなんか友情だったりとか恋愛とか家族愛とかこういろんなものが描かれてて、私も好きすぎてコスプレはできてないんですけどそうですね、クラナドが一番好きなアニメです。1年で何日間コスプレしてますか？そうですね、まあ土日もしコスプレをやったらまあ1ヶ月8回くらいで、それが12回だからまあ100回はないくらいかなと思ってます。そうですね、50以上100以内だと思います。そうですね、そのイベントがある月とかにもよると思うので、多分100は行ってないけど、50より行ってるか行ってないかぐらい感じだと思います。
すごいですね。もう人生の15%から30%はコスプレですね。人生で Wow, that's really amazing. Between 50 and 100 days a year, they're actually cosplaying. So especially during event time. Talking about events, so there's so many events worldwide and also in Japan, like which involves cosplay. So which are your favorite events? 一番好きなイベント、おすすめなイベントは何ですか？まあいろいろあるんですけど、私は結構大阪に住んでるので、東京のイベントとかいつもずっと憧れてて、東京ゲームショウとかこう行きたいでも遠いみたいなそういう憧れがあったので行った時嬉しかったですね。すごく楽しかったです。日本に来てぜひ行ってほしいイベントって聞かれたらコミックマーケットです。冬ですね。コミどっちかコミケで、まあ、夏と冬があるんですけど、夏はちょっとまあ暑いのが得意な人は夏行ってもいいかなと思うんですけど、結構やっぱり人も多いし気温も高いしで暑くて倒れちゃう人もいるぐらい暑いイベントなので、まあ初回初めては冬に行くことをちょっとおすすめします。もうぜひ多分日本で一番大きいまあコスプレの人もたくさんいるし、同人作品というかそう作品を出してる人も多いし、同人誌も多い。そうですそうです。あと企業ブースもたくさんあるので、ぜひオタクならコミケに来てほしいです。はい。はい、私も同じくコミケですね。コミケがやっぱり一番大きいイベントだと思うし、コスプレだけじゃなくてやっぱりそのアニメとかゲームとか好きな人、オタクだったら絶対楽しめるイベントだと思うので、あと人の多さにすごいびっくりすると思うんですけど、あれは一回オタクだったらぜひ一回行ってほしいなと思います。So they pointed out that if you love games, you definitely have to visit the Tokyo Game Show. It's the biggest game event in Japan. But if you love the whole package of subculture, like the jinshi, manga, anime, cosplay, also games, so many creators get it together. So then you should also check out the comic market in Tokyo. So check it out. Let's get some advice for cosplayers. じゃあこれからコスプレを始めようとしている人の向けのアドバイスは何ですか？まあ、さっき表現力がコスプレイヤーに大切だっていう話をしたんですけど、やっぱり最初はでもまず楽しんでください。クオリティ気にしなくていいんですよ。私たちね、もう最初のコスプレなんてもう見れないくらいひどかったからなんかうわーって思いながらやってたんです。でもとにかく楽しかったんです。楽しいから続いたし、クオリティがだんだん上がっていったと思うんで、もうとにかく楽しむ、もうそれだけを最初は考えてほしいなって思います。楽しいとやっぱりもっとたくさんやりたいって思うし、もっとなんかなんだろう、クオリティはまあ人それぞれあるし、求めてもどっちでもいいと思うんですけど、やっぱ楽しくないとまたやりたいなと思わないし、楽しいからこそその先にクオリティってついてくるものだと思うので、なのでまず楽しんでください。あとはその作品への愛というか、作品を愛することがやっぱり一番大切かなと思います。ありがとうございます。The next question is more about a technical question about cosplay. If you make your own costumes, soコスプレを自分で制作する時で一番大変なところは何ですか？服作るのはすごい好きなんですけど、私は結構その作品に合ったファブリック、布ですねを見つけるのがいつもすっごい苦労して、なんか世界中旅して布を探してるなんかこう昔のその時代、昔の時代の作品だとこうそういうなんか今あるこうポリエステルの素材じゃなくて、なんかそういう時代にありそうな布がとか、でもちろんそれを形にしていくことも難しいんですけど、私は素材が一番考えるかな。多分作る方はね楽しいからあまり問題だと思ってないからかもしれないんですけどはい。洋服作るのを学校で勉強したとかそういう経験がないので、私は型紙、布を切る作業が一番苦手というか、間違えたですね。一度切ったら戻せないし、あとコスプレ衣装ってやっぱり変わった形が多いじゃないですか。お手本がないので、なのでどうやって切ったらいいんだろうなってその頭の中で
構図というかを考えるのが時は一番大変苦手です。次の質問は五木明さんと浦丸さんに言ってるんですけど、ちょうど秋丸チャンネルを始まりましたんですね。これからはどういうコンテンツを作る予定ですか？はい、秋丸チャンネルという YouTube チャンネルをこの前開設したんですけれども、そうだな、もちろんコスプレにフューチャーしたこともできたらいいなと思ってるんですけど、でもやっぱりファンの人だけが見て面白いっていう動画ではなくて、やっぱりいろんな人に、私たちを知らない人も見てもらって、コスプレイヤーでもコスプレだけじゃなく、なんかこういうこともするんだとか、活動の輪が広げていけたらいいなと思ってますし、私たちも喋りが苦手なところもあるので、それの勉強というか練習にもなれたらいいなと思ってるし、見てくださってる皆さんが私たちのファンだけに限らず面白いって思ってもらえるような動画を作っていけたらいいなと思ってます。はい、そうですね、やっぱコスプレイヤーって結構ツイッターとかネットに写真を上げれることは多いと思うんですけど、喋ってるところってあんまりイベントとかに行ったりしないとあんまり喋ってる場面って少ないと思うんですよ。なので動画で2人で喋って私たちの中身も、見た目だけじゃなくて中身も知ってもらって好きになってもらえたらいいなと思ってます。Itsuki Akira-san and Uramaru-san, they started their own YouTube channel. It's called Akimaru Channel. We'll put the link in the description as well, so check it out. Alright, so the last section of the questions is more about some, private things. So the first question is for Reika-san. So Reika-san, 東京に引っ越そうとする情報を見ましたんですけど、今まではずっと大阪に住んでいましたんですね。でも大阪のいいところ悪いところ、東京のいいところ悪いところは何ですか？東京にいいところがあったかな。大阪の人間は東京より大阪がいいと思ってるし、大阪が世界で一番だと思ってるのが大阪人です。やっぱりなんだろうな、人があったかいし、面白いし、あと食べ物安い、美味しいけど、東京って美味しいけど高えなって思うけど、大阪ってうわめっちゃ安くてうまいみたいな、店汚いけどっていう、そういうなんだろうな、都会だけど田舎っぽいとこがあってすごい好きですね。東京はもうとにかく電車に人が多い、もうあれがきつい。いいところはなんだろう、アニメのイベントがいっぱいやっぱりあることですかね。東京では必ずね開催されるんで、それはやっぱり田舎というか他の町の人間からすると羨ましいです。The next question is for Itsuki Akira-san. So let's talk a bit about games. おすすめなゲーム、特に好きなゲームは何ですか？最近やったってわけではないんですけど、あとできるかわからないんですけど、私すごいちっちゃい時にマリオパーティーっていうゲームで育ってきたので私の時は64っていうハードがあって、はい、それでマリオパーティー2をめちゃくちゃもうずっとひたすらやってたんですけど、今ではやっぱマリオパーティーどんどん続いてるからいろんなハードであるので、あれはみんなで楽しめるゲームなので、ぜひ海外でもやってる人多いと思うんですけどぜひマリオパーティー2をやってみてください。2です。中古でぜひやってみてください。Alright, you hit it. So Mario Party is one of her favorite games. So especially old ones. Yeah, try out the Nintendo 64 games like Mario Party 2 actually. That's the beginning. That's where you should go to. Thank you very much. So last question for Uramaru-san. Uramaru-san, Twitter に見ると実家の家は猫いますね。猫は大好きですね。今の新しい家にも猫を飼っていますか？もし新しい猫を飼おうとしたらどういう猫が
いいですか？はい、私実家で飼ってるんですけど猫大好きで、あと今の家ではまだ飼ってなくて今飼いたいなと思ってるんですけど、やっぱり一人暮らしすごい寂しいのでちょっと癒しが欲しいなっていうのと、飼うならスコティッシュフォールドっていう耳が折れてる猫がいるんですけど、あれがめちゃめちゃ可愛くて、あとそれかマンチカンっていうちょっと足が短い猫がいるんですけど、どっちか飼いたいなと。でも猫は何でも可愛いので、何でも猫なら何でも基本的に猫可愛いから何でもいいです。とりあえず何でも飼いたいなと思います。猫大好きですね。That was it for the questions. なんか最後の一言お願いします。はい、12カンパニーまだまだ新しい会社なんですけど、コスプレイヤーたちの新しい可能性にぜひ注目してもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。12カンパニーのみんなでコスプレをさらに楽しく盛り上げていけたらいいなと、そしてコスプレのなんか良さを日本だけでなく世界にも発信できていけたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、私もまだコスプレイヤーとしてまだまだなので、これからもっと頑張ってコスプレだけでなくもっといろんな活動の幅も広げていって、もっと、裏丸っていう人間を、好きになってもらえるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。Okay, so thank you very much for the interview. We had a very great conversation and a great insight into 12 Company and also in the lives of Reika, Itsuki Akira, and Uramaru. And so definitely check them out. We will link all the profiles in the description box below. And yeah, thank you very much for watching and see you next time around Akiba. Bye bye. Bye bye.